こんにちは、ひかりです。さあ、今回はおもちゃのリサイクルショップ、トイプラネット藤岡店さんにやってきました。群馬県にある店舗になるんですけど、群馬の中でも高崎とか前橋とかがあって、もうちょっとね、埼玉寄りなのかなっていう場所になるんですけど、の藤岡店さんです。ぶっちゃけね、ちょっと穴場なのかなっていう。昔ね、このトイプラネット藤岡店さんのすぐあっち側なんだけど、に、駿河屋があったんですよ。そのせいでちょっとそこの値段と合わさってるとか、人によっては、ここで買ったものを駿河屋に売ってる人とかもいたりするから、だからね、ちょっと高めではあったのかなと思うんだけど、その駿河屋が今ね、高崎と本庄っていうね、別の町に分かれて今、藤岡にはないんですよ。だからね、ちょっと、今穴場なのかなって思ってます。なので今日はここでお買い物してきます。では、行こうぜ。さあ、ということで、今回はウルトラマンシリーズのおもちゃコーナーにやってきました。やっぱりね、ソフビが多いね。そしてショーケースもあって、遊べるコーナーもね、作られてました。お子さんたちにいいね。そして、ここら辺にウルトラマンソフビなんですけど、ポーズ付きティガとかね。そう、ウルトラヒーローと、あと怪獣で分かれてますね。80、タグ付きだ。タグ付きでも他のとそんなに値段変わらなかったですね。Z。今ね、ウルトラマンアークがね、絶賛放送中ですが、さすがにアークとかはなかったかな、確か。今回はね、たまにね、放映中の時にもあることあるんですよ。昔この藤岡店さんでジード放映中にすでにジードのソフビが、しかも100円で当時あったんですよね。最近はさすがにここら辺のね、500シリーズっていうのかなのソフビたちが100円で状態がよくあるってことはないんだけど、Z。手開いてる。限定のセットのやつだっけな。そしてこれね、ゼロマントですね。かっこいいよね。ウルトラシリーズのソフビってやっぱりマント高いよね。なかなかマントが大量に売られないから、もっと売ってもいい気がするんだけどね。こっちもブラザーズマントですね。出来いいよね。かっこよくなるソフビが。戦わせづらくなるけど、でも登場するときとかにね、つけときたいなって思う。エレキングね、尻尾長すぎでしょってぐらい長い。これがいい。僕がちっちゃい頃のエレキングのソフビも多分この金型だったから、尻尾ね、長くて楽しかった。これあれじゃない？ブレイザーの1話の時の怪獣だっけな。1話じゃないかも。セット販売のやつだっけな。ちょっと忘れちゃったんだけど、ブレイザーの時のだよね。前回のウルトラシリーズの。キングジョー。キングジョーね、雑誌付録のやつが欲しいんですよ、僕。雑誌とセットで売られたソフビがあって、高かったんですよね。雑誌付きだからかすごい高くて、買うの躊躇して買わなかったんだよな。安くこういうね、トイプラさんとかで1000円ぐらいであったらいいなと思ってるんだけど、なかなかなかったですね。まだ見かけたことないかな。EX レッドキングで平成を代表する怪獣のゴルザでゴモラで、そうそう、ゼットンね、今回もね、いっぱいいた。ほら、なんでこんないんのってぐらいゼットンいるんだよね。やっぱ昭和を代表する怪獣ってやっぱゼットンなのかな。もしくはバルタン星人、もしくはゴモラ。キングジョーやっぱ売れたんだね。キングジョー売れた感じするな、やっぱり。一時品薄じゃなかったっけな。あとウルトラマンリブットとか品薄だったよね、最初。でも通常販売だったからすぐ復活したけどね。すぐでもないか。そう、なかなか買えなかったんですよ、僕もリブット。で、やっと見つけたっつって買った記憶がありますね。缶バッジだ。これアグルじゃん。ウルトラサイン入ってるね。そう、HG シリーズとか結構こういうとこにあるんだけど、今 HG シリーズって500円するからね。これなんだろう。ラバーだけどこんなガチャガチャあったっけな。ガシャポンで出てた？アグル。もしかしたらだけど、一番くじの解消の可能性あるな。ほら、これとか見るとそう思わない？最近ね、ウルトラマン一番くじあったもんね。フィギュアが当たって。一番最近だと、ジャグラーとかが当たったかな。ゼロとかもいたっけ？ Z もいたっけな。かっこいい。何このイラスト。ゴジラ系のキングギドラとかのアクリルスタンドだね。
そう、ジャグラーのフィギュア欲しかったんだけど、ちょっとね、引くほどかなっていうくじよね。くじ引きのなんか運がね、くじ運が最近悪いんで、ちょっと引いてジャグラー引けないなと思って。まあ、引けたとしてもめっちゃお金かかるなとか思って。だったら買った方が安いなってことでね、買わなかったんですよ、そういえば。あ、これネオスの、なんかパイロット版の時の怪獣だっけな。お、コングじゃん、これ。500円の HD シリーズのやつかな。HD シリーズでもないか。どっちだっけ。あれ、これなんだっけな。ガイアとかティガダイナガイアあたりの食玩装備ですね。で、これもガメラかな。チェンジビークルとかある。あ、ゴーモラだ。そう、昔の HD シリーズもなかなかいいんだけど、今のね、またクオリティ高い500円でもいいから、どんどん出してほしい。お、服掛けになってるね。ちゃんと袋に入ってるのがいっぱいある。これレオじゃない？それはレオだかな。あれこれなんだっけ？ガバドン B だっけな。いつだっけ？最近だけど、ブレザーだっけなの時に最近出たよね。昔なんか食玩サイズぐらいしかなくて、最近出たやつだと思います。うん。多分最近出たもんね。そういえばね。それまではちょっとレアだったんですよね。でも手に入るようになってよかった。ガバドン B とかなんかそういう名前じゃなかったっけ？ A だっけ ?B だっけ？なんか変化するんだよね。あ、ウルトラアクトじゃんのグレンファイヤーだ。あ、そうそう、これね、藤岡店さんにね、だいぶ前から売られてましたね。売れ残ってるグレンファイヤーのウルトラアクト。まあ今ね、フィギュアーツにだいぶっていうかもう全部なってるから、ウルトラアクトで集めてる人いないのかな。あ、ベリアルのマグネット。これ一番くじかな。何のやつだろう、知らなかった。なんかいいね。冷蔵庫につけたくなるやつね。僕とか作業台に結構マグネットつけてたけどね。あ、リク。ウルトラマン G だね。じっとしててもどうにもならねえっていうね。あ、ベリアル。アクリルスタンドってさ、いいよね。多分、安い、コストがかかんないのかな、フィギュアより。だから、なんかね、僕が好きなパターンは、アクリルスタンドでマイナーなあんま戦わないキャラとかを出してくれるのがありがたい。おもちゃ遊びに使えるというか、そういう意味でね。あ、パワードのね、カメラね。これ前からあるね。お、ゴモラの本じゃん。ブック。110円で売ってますね。そう、なんかウルトラマンコーナーがね、以前と場所が変わって、この藤岡店さん。ここになったんですけど、他のなんかフィギュアコーナーとか本のコーナーとかにあったウルトラマン関係のものも集約されてるんで、ちょっと探しやすくなったかなっていう。フィギュアとかがね、特にここに来たのは良かったと思います。一番くじのフィギュアも今回あったよ。お、ウルトラマンティガかなこれは。ティガのカメラですね。なんかキーホルダーカメラみたいな。平成レトロって感じするね。平成レトロコレクターは、こういうの集めるの好きなんだよね。てか僕も結構好きだけどね、平成レトロは。昭和レトロより惹かれる平成レトロってやっぱ世代っていうのかな。まあ、ちょっと世代より前かもだけど。お、ウルトラマンタイガーのなんだっけ、フォトマースだっけな。名前忘れちゃったな。の限定クリア、フォトマースって違ったな。ちょっと待って、ごめん、忘れた。タイがね、全部見たのに記憶に全然ないんだよね。あんま印象に残ってないし、別に特に面白かった。まあ、面白かったけど、別になんか、記憶にないんだよね、全然。グドンだ。お、SSSP はあれか。新ウルトラマンのやつかな。あれも一番くじなのかな。これ見本品ってことで、ね、遊べるよっていう。で、キーアイテム。アクセサリー。アクセサリーがタイガだよね。で、ここはね、100円コーナーなんですけど、まあ、状態悪いソフビとか、あとは食玩サイズのソフビとかあります。僕は結構食玩サイズを狙うんだけど、欲しいのがあれば。ただ、アークとか最近食玩ソフビ出てなくない？ブレーザーも出てないよね。いつから出てないんだろう。なんかちょっと前まで出てたんだけどね。あと前はさ、2体セットとかでよく売ってたじゃん。なんかいつの間にかなくなった気がする。戦隊も出てない？ライダーは出てる？出てない？だからライダーもね、出てもなんか、レジェンドばっか出ちゃって、なんかいろんなフォーム、いろんなタイプチェンジした姿とかを、綺麗好きの人が並べたのかな。几帳面な人っていうのかな。そう、食玩ソフィーもっと出してほしいんだよね。
あ、今のあれじゃん。グリッドマンの怪獣かな。で、この辺ちょっと大きい系の怪獣いますね。そう、もうちょっとね、なんか、食玩ソフビでいろんなライダーとかね、ヒーローとか出してほしいんだけどね。敵でもいいし、まあサブキャラでもいいんだけど。そしてこのショーケースもウルトラマン関係結構ありましたね。ほら、ベリアルアーリースタイルの800サイズはレアなんですよ。アルファエッジ、アルティメットルミナスね。グレートとかあったんだね。やっぱプレ版だっけ？なんかパワードとセットだった気がする。ダイナは僕も持ってるかな確か。で、ブンブンジャーとかもうあるっていうね。あ、DVD も売ってる。ウルトラマンってサブスクでね、見るときってまあ、なんだろう。つぶらや公式のね、あるじゃん。それはサブスク入るしかないのかな。ウルトラ怪獣大集合。本ですね。これかっこいいよね、やっぱブレーザーの怪獣。なんか、手が変形っていうかなんか回せるんじゃなかったっけな。最近ソフビにそういうさ、ギミック付きのが結構あって楽しいよね。なんかアイディアをこう入れてくれてるのありがたい。ギミック付きソフビ大歓迎ですね。昔さ、ネクサスの頃とかもちょっとあったけどね。これはガッツかな？ガッツってことは、ティガーだよね。スーパーガッツがダイナだったもんね。スーパーガッツって覚えてる歌を。僕ね、ウルトラマンってティガの時ちっちゃすぎて、ダイナから見てるんですよね。当時は。そう、だからダイナから見始めた派です、僕は。年齢的にねって感じかな。ちゃんと名前付きで、なんか、売ってくれてるのいいね。ルーブジャイロとかね。ゼロアイだ。ゼロアイかっこいいよね。変身アイテムでウルトラマン系の中だと結構かっこいい。あと、パードの変身アイテムも好きなんだよな。最近のウルトラマンで変身アイテムかっこいいのは、まあ、デッカーとかトリガーあたりかな。あとなんだろう、最近でかっこよかった変身アイテム。ジードは好きなんだけど、変身アイテムはあんまかっこよくないと思う。オーブとかもね、カードがねってところだからね、あんまかっこいいとは思わないかな、そんなに。で、この辺フィギュア関係ですね。ほら、一番くじの、これガイア C 賞ですね。3000か。ほら、3000だと引くよりさ、買った方が安くないってなっちゃうな。で、ティガダイナもいてって感じで。UFO キャッチャーの景品とかもこれね、1000円ちょっとで買えちゃうと、まあ、買った方がいいかなとも思っちゃうよね。結構沼るとさ、すぐ2000円とか使っちゃうんでね。僕とかそんな上手くないから。取れるときは取れるけど、本当に取れないことの方が多いですね。そしてこっちね、トランスフォーマーのコーナーとかには来て、ゴジラ系ここに来たんだ。奥のビオランテってさ、あれディアゴスティーニかなと思って、ソフビではないの気もするんだけど、ショーケースなんで触れないからちょっとわからなかったんだけどね。で、この辺にね、ソフビあるんだけど、これ、ミニソフビですよ。これはもう指人形じゃないからね。スペースゴジラのミニソフビ。これいいよね。腕別パーツだし。300円。これね、すごい買うか悩んだんだけど、やめました、今回は。まあ、購入品紹介ね。今度別の動画の多分最後にくっつけると思うんで、また今回の戦利品もぜひご覧ください。これなんだろうこれ、モンハンかなんかかなと思ったんだけど、違う何これゴジラじゃないよね。わかんない。ちょっとわかんなかった。よくわかんなかったんだよね。で、食玩のヘドラね。これいいよ。これできいいよ。僕も2個ぐらい持ってるかな。これね、デストロイヤーの、なんだっけ、集合体だっけ。で、バトラとかね。で、いい賞。なるほどね。くじね。くじね。最近も遊戯王のくじがちょうどね、今このナレーション撮ってる今日発売になってて、ちょっとね、もう怖くてやれないっすよ。80分の4だからフィギュアっていうか、大きいフィギュアはね。ってことは20分の1ですよ。20回引かないとフィギュア引けないっていう。それでも引けないかもしれないし、まあ、もっと早く引けるってこともあるけど、僕最近引き悪いんで、怖すぎて一回もやってないよ。探しにすら行ってない。ボトルマンのキャップ。がなぜかね、こんだけ入って100円とかで売ってたんだよね。安くないっていう。なんでそんな安いんだろう。ボトルマンなんか全体的にすごい安く売られてますね、今。なんでだろうね。
こういう組み立て済みのやつとかすごい安かったですね。300円ぐらいで買えるんじゃないかな。でこのショーケースね、昔から結構この藤岡店さんで好きなんだけど、こういうレトロなアイテムとかね、かなりあって、しかもね、そんなに高くないっていうか、もちろん専門店より安いし、これとかなんだっけ、古い戦隊の多分戦敵のソフビなんだけど、1000円って結構ね、お買い得な気がする。歪んでだったら1000円でも買うな。無限回収して改造したい。バーニング歪んでとかに。で、後ろにね、なんかソフビもいるし。このショーケースやっぱね、いいんだよね。メタルヒーローとかもここら辺にあったりするからね。カブタック。カブタックとロボコンとかちょっと分かりづらいんだよね。ギルスいるしな。マジンガー Z とか。超合金魂とかね、もうたまらないよね。でね、これね、虫人なんですけど、虫人って、この辺のシリーズでは珍しく値下がらなかったんだよ。今でも価値あるんですよ。僕もね、値下がると思ってあんま買わなくて、値下がったら買おうと思ってたら、買えなくなったっていうね。欲しかった。いいおもちゃなんだ、確かに。ヒカリアンだ。懐かしの。で、これね、ブリキのおもちゃとかもあって。で、こっちにもね、またバトルトイっていうのかな。まあ、この辺虫人だね。バトルトイとは違うか。バトルトイってベイブレードとかそういう感じかな。あ、これカメバズーカじゃない？なんかミニフィギュアがいっぱいあるね。塩ビ人形とか。お、タックルじゃん。仮面ライダーストロンガーの、まあ、追加ヒーロー。ライダーではないんだよね。これなんだ？詰め合わせじゃん。レトロ詰め合わせじゃん。バトエンのキャップとスーパーカー消しゴムの詰め合わせ。トイプラさんでこういう詰め合わせってちょっと珍しいからね。いいな。平成レトロ感すごい。まあ、昭和なのかな、一応。これとかもバトエンだね。まあ、ポケモンとかのね、初期のポケモンのバトエンとかあるから。多分、平成レトロって言っていいのかな。初期ポケモンってもう平成レトロだもんね。絶対昭和じゃない。僕生まれてたから。何の台座これ。なんかカードとかもあったんだよね。このコーナーにカードあるんだと思って。ほら、虫に。そんな安くなってないでしょ。この辺のバトルトイって本当なんかバトルトイっていうかこういう系のおもちゃって投げ売りされるんですよ。最近だとマジカパーティーとかね。まあ、マジカパーティー、まあトレカっちゃトレカなんだけど。あとなんだろうな、ブレイクゴーガとか。お、ヒカリアンの基地まだあるんだね。お、これね、今回買うか超悩んで、最終的に買わなかったシリーズなんですけど、ハローマック2200円で、今ね、638円で買えちゃうっていうね、犬のおまわりさんのなんかおもちゃ、カセットテープ付き。これね、迷子の子猫ちゃんと犬のおまわりさんのフィギュアが普通に欲しかったの。あとカセットテープも欲しいし、僕、集めてるから。ただね、開ける自信がなくて買うのやめたの。絶対家にただ置いとくだけになっちゃうって遊ばないだろうなと思って。なんか開けるのがもったいなくて開けれないなと思って。だったら僕が持ってるのもったいなくないと思ってやめたんすよ、これは。でもな、600円ってさ、安すぎるんだよ。だからね、これで2500円とか3500円とか言われたらまあ買わないかもしれないけど、600円はちょっと安い。で、この辺も安くない？なんか300円って安くない？ガンダムの。ガンダムだよね。プライズ品だと思うんだけど、バンプレスさん。なんか安かった。300円ってなんか。で、こっちプラモコーナーもあって。あとね、他にもね、いろいろ、なんかプラモコーナーあるんですけど、まあ、あんまね、プラモは見ないかな、僕は。こっちフィギュアコーナーです。このフィギュアコーナーもね、見てて楽しいですね。これ何？なんか一瞬スーパー17号とかかと思ったけど、違うのかな。ね、筋肉のフィギュア、やっぱりね、ちゃんと塗装されてるやつだけ高かったですね。まあ、銀が一番安いのかな。これのトレフィとか見てて楽しいけどね。これね、アベンジャーズガントレットですよ。インフィニティガントレットっていうのかな。ハルクがつけて指鳴らしたやつね。これウルトロンのあれか、アニメの時のやつかな。ホワットイフのやつかな。超強くなったよね、ウルトロンが。これなんだろう、これネネちゃんじゃない？ネネちゃんの塩ビ人形じゃん。すごい。珍しい。しんちゃん系の塩ビ人形って結構レアですよね。で確かに専門店行けばあるんだけど、結構高いんですよ。逆に。
ミクロ感とかで買うとね。お、未開封ガチャ未開封でもないんか。まあガチャガチャ系でカプセルに入ってるのいいよね。これポケモンのちょっと平べったいシリーズのストラップのやつかな。これは何のキャラクター？つながる、まあ、メタルチャーム的なやつか。これもヒトデマンじゃん。ヒトデマンは平べったくてもなんかいいよね。合ってる。マルマインとかじゃダメだけどね、逆に。なんだろう、これ。この辺ね、一応100円コーナーなんで、フィギュアコーナーにも100円コーナーあって、もうなんか、100円コーナーはここってまとめてあるんじゃなくて、いろんなコーナーに100円コーナーがあるんですよ、藤岡店さんは。店舗によってそれは違うんだけど、同じトイプラネットでも。そう、この藤岡店さんは各コーナーにそれぞれ100円コーナーってあるんで、まあ、100円コーナー狙いの人とかもね、いろんなコーナー見た方がいいと思います。お、天津飯だ。昔の飲み物のおまけ系かな。天津飯、今の。なんか飲み物のおまけ最近ね、これもね、飲み物のおまけっていうか、コーラじゃない、コーヒーのおまけ、缶コーヒーの。これ五右衛門、これね、五右衛門結構いいっすよ。僕も持ってて、ちっちゃい頃よく遊んでるんだけど、多分これのシリーズだと思うんだけど、僕が遊んでる。ちっちゃくもないかも。これブロリーじゃん。さっきブロリーの映画見たばっかり。スーパーのやつね。いやー、ていうかね、飲み物のおまけもっと復活してほしいんだよな、本当は。めっちゃ買うけどな、そしたら。法律が変わっちゃったっていう、もうね、どうしようもないよね。飲み物のおまけね、なんか、いい具合にね、出てほしいんだけどね。ドールかわいい。なんだこれは。ちょっとリアル。これちょっとドールコーナーですね。アウトフィットとかもあるね。そして、こっちフィギュアで。まあフィギュアもね、それぞれジャンルごとに分かれてて。仮面ライダーとかここにあるね。で、ワンピース。タイガーいるじゃん、さっきのやつも。これね、フィギュアーツですね。まあちょっとパーツ欠品っていうか、まあね、この本体だけってことで、まあ値段も4000円ぐらいで売ってるよっていう。これ多分プレ版限定じゃなかったっけな？違ったっけな？フィギュアーツもね、プレ版限定多いですからね。仮面ライダーのガシャポンですね、これは。ベルト、1号じゃないこれ。初代のベルトだ。初代のベルトのプレ版の CSM みたいなやつすごい欲しくて、前伊勢崎店かな、ドイプラの。であってすごい悩んだんだよね。ラストワンション。これ最近のワンピースの一番くじだね。で、リヴァイとバイス。僕、リヴァイね、ビジュアル好きですよ。かなり。ソフビもまずリヴァイ買ったもん。珍しい。あれじゃん。ドクターゲロじゃん。というか、まあ、20号だっけ？そして、こっちには、ヒロアカのデクの闇デクっていうか、なんていうの、黒デクなんていうんだっけ？とかね、ジロー強化。あれこれルフィのフィギュアあれじゃん。色塗られてんじゃん、なんか。ペイントされてる。で、ここね、ドラゴンボールの HG シリーズなのかな？なんかこのミニフィギュアのシリーズがすごいいっぱいあって、なんかすごい欲しいのいっぱいあるんだけどね、ゴールデンフリーザとかさっき見たばっかだし、ゴテンクスとか。こっちも悟空だね。ちっちゃい頃の悟空かな。ただね、もうね、古いね、ドラゴンボールの HG はね、もう手に入りづらい。結構もうね、価値上がっちゃってるんだよね。なかなか手に入れるの大変ですね。ただの限定のやつもあった。まあ、こんな感じでウルトラマンコーナーを中心に今回はね、ちょっと見ていきました。またね、購入品紹介も別動画の最後につけますんで、よかったら見てください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。バイバーイ。